皆さん、こんにちは。今回は、フランスで起きた心霊事件をテーマにして、現代から歴史の闇まで掘り下げていきます。美しい風景やロマンチックな街並みの裏側には、実はゾッとするような怪談や事件が潜んでいるんです。さあ、フランスの歴史をめぐる不気味な旅に出発しましょう。1、モンマルトルの幽霊アパルトマン事件。パリの観光名所として有名なモンマルトルの丘。その一角にある謎の幽霊アパートの話は、知る人ぞ知る都市伝説です。1940年代、このアパートの一室に住んでいたカップルが突如失踪し、その後、数十年にわたり誰も入居しない部屋になったといいます。怪談マニアの間では、中に入ったものは二度と出てこないと恐れられていました。さらに興味深いのは、フランスの著名な霊媒師がこの部屋を調査したところ、霊的なエネルギーが非常に強いとコメントしたことです。近所の住民によると、夜中になると誰もいないはずの部屋からピアノの音が聞こえることがあるそうです。洒落たパリの街で、まさかこんなホラーな出来事が潜んでいるなんて、予想外ですよね。2、ルーブル美術館の赤い男。ルーブル美術館といえば、モナリザやミロのヴィーナスなど芸術の宝庫ですが、ここにも怪しい影が。ルーブルには赤い男 ROUGE と呼ばれる幽霊が出没するという話があります。この幽霊は、なんとフランソは一世の命で処刑された庭師の怨霊だと言われています。16世紀、この庭師は王に不敬を働いたとして処刑されましたが、死後も怨念を残し、ルーブルに取り憑いたとされます。彼は真っ赤な服を着て現れるため、赤い男と呼ばれるようになりました。伝説によれば、彼に遭遇した者は不幸になるという不吉なジンクスがあるため、美術館の職員の間でも恐れられているとか、夜のルーブルはアートだけでなく、背筋が凍る体験をくれるかもしれません。3、ランディウル城の首のない女性。ノルマンディー地方にあるランディウル城には、古くから首のない女性の霊が出るという噂が絶えません。この城は中世の戦乱を生き延びた歴史ある建物ですが、城主の妻が裏切りの疑いをかけられ、処刑されたという悲しい過去があります。彼女の亡霊は、夜中になると首のない姿で木内を歩き回ると言われ、特に城の長い廊下ではその姿を目撃したという証言が複数あります。訪れた観光客が妙な寒気を感じた階段で何者かに押されたと語るなど、不思議な現象が続いているのも興味深い点です。ロマンチックな古城巡りをしていて、こんな階段に遭遇したら、一気に背筋が冷えそうですよね。4、ベルサイユ宮殿のタイムスリップ事件。ベルサイユ宮殿は美しい庭園と壮大な建築で有名ですが、時空を超えた不思議な体験が語り継がれています。1901年、イギリスの2人の女性が宮殿を訪れた際、突然周囲の景色が18世紀のものに変わり、マリー・アントワネットと思われる人物に遭遇したというのです。この出来事はベルサイユのタイムスリップ事件として知られ、彼女たちの証言は後に詳細なレポートとしてまとめられました。科学的には説明のつかないこの現象に、オカルト好きの間では宮殿が時折、過去の世界とつながるのではという仮説も飛び交っています。もしかすると、未来の誰かが私たちの時代を訪れる日も近いかもしれません。5、3、ルイ島の呪われた井戸。パリの中心部にある3、ルイ島は、今ではおしゃれなカフェやショップが立ち並ぶエリアですが、かつては多くの事件や疫病の舞台となった不吉な場所でした。島のとある井戸では、ある家族が全員謎の死を遂げたという事件が発生し、呪われた井戸と呼ばれるようになりました。現地の伝承によると、井戸の水を飲んだ者は必ず不幸に見舞われるとされ、一時期は誰も近づかなかったそうです。21世紀の今でも、この井戸の周囲ではカメラが突然動かなくなる奇妙な影が映るといった話が後を絶ちません。好奇心旺盛な旅行者が足を踏み入れるのは自由ですが、呪いの井戸にはくれぐれも気をつけてくださいね。山あり谷ありのフランスの心霊事件、いかがでしたでしょうか？歴史ある場所には美しいだけでなく、こうした背筋が凍るような逸話もついて回るものですね。観光でフランスを訪れた際には、ぜひその裏側にも思いを馳せてみてください。もしかすると、あなたも何か不思議な体験をするかもしれませんよ。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。